残業で遅くなった私が自宅近くの公園に差し掛かった時だった。暗い公園の中で地面に座り込んで泣いていた妊婦の姿を見つけ、私は自宅に彼女を連れ帰ることにした。やっと落ち着きを取り戻した彼女に事情を尋ねる。彼女は言いにくそうにうつむいたまま言った。実は、旦那に捨てられたんです。妊娠中の彼女が、些細な喧嘩から見知らぬ土地に置き去りにされたのだと聞いた私は、一言文句を言ってやろうと彼女の夫に電話をかけた。だが、その電話に出たのは私の夫だったのだ。私は山口エリー。30歳の正社員で働く主婦だ。夫の正雄は2歳年上の32歳。結婚してから3年目を迎えた。現在、私たちには子供がおらず、双方の実家とは3時間ほど離れた土地で暮らしている。夫は真面目に仕事をしてくれるし、少し調子のいいところはあるが、明るく親しみやすい人なので、交流関係は幅広い。あまり人付き合いのうまい方ではない私は、そんな夫の気さくな性格を好ましく思っていた。1年前から夫は、泊まりの出張で留守にしたり、残業で夜は食事を済ませて帰ってくるようになった。基本的には前もって連絡はしてくれていたが、一人で食事をすることになるのは少し寂しかった。だが、家にいるときは私の行きたいところに付き合ってくれたり、私を気遣ってくれる。仕事で疲れているというのに申し訳ないと思うこともあったが、夫はこのくらいは夫として当然のことだからと言ってくれていた。そんなある日、夫は他県への出張が入っており、私は自宅に帰っても一人で過ごすことが決まっていた。夫が不在だからと残業を引き受けたため、いつもより帰宅が遅くなった私は暗い夜道を歩いていた。やっぱり、駅前でタクシーを拾えばよかったかな。街灯の明かりも心もとない、人通りの少ない道に差し掛かった時、私は少し後悔し始めていた。普段はこんな時間に帰宅する時にはタクシーに乗るようにしていたのだが、その日はなんとなくタクシーにお金を使うことがもったいなく感じたのだ。だが、その考えは間違っていたかな、と考えていると、視線の先に自宅近くの公園が見えてきて、私は少し歩調を早めた。その時だった。公園の中に黒い影が見えて、私は足を止めた。公園内の街灯から少し離れているので確かではないが、動物ではなく人のように見える。その人影はその場に座り込んだまま、身動き一つしていなかった。具合が悪くてうずくまっているのなら、声をかけた方がいいかもしれない。何かあったらすぐに通報もできるだろうと考えて、私はポケットからスマホを取り出して、その影に少し近づいた。その影の持ち主は地面に座り込んでいた。私は持っていたスマホの懐中電灯の機能を使って人影を照らす。そこには顔を両手で覆いながら泣いている女性の姿があった。これだけはっきりと見えているのだから、幽霊とかそういう類のものではなさそうだ。それを確認できただけでも少し安心することができた。大丈夫ですか？声をかけると、女性は顔を私の方に向けてきた。まだ20歳そこそこといった感じだろうか。まだ少し幼さが残っている華奢な女性だった。彼女は、大丈夫ですと涙声で小さくつぶやいたものの、立ち上がろうとはしなかった。しかし、大丈夫と言うならば、これ以上は関わらない方がいいのかもしれない。そう思った時だった。私は彼女のお腹が少し大きくなっていることに気がついた。ごめんなさい。余計なお世話だと思うのだけど、もしかしたら妊娠しているんじゃありませんか？
はい。だったら、地面になんて座っていたらダメじゃないですか。体の調子が良くないんですか？彼女は私の言葉に小さく首を振り、もう一度、大丈夫ですとつぶやいた。余計なお世話と言われても、私は彼女を放っておくことはできなかった。あのね、今はあなた一人の体ではないのだから、大丈夫ですと言われても納得はできないわ。どこか体の調子が悪いのなら、遠慮しないで言いなさい。本当に、体は大丈夫です。それなら立てる？こんな冷たい地面に座っていたら、健康な人でも体に差し障るんじゃない？私は少し強引に彼女の手を取った。それに従うように腰を上げたので、近くに座れるような場所はないかと探したが、ベンチは見当たらなかった。家は？送っていくわよ。帰るところはないんです。え？ないってどういうこと？再び彼女の瞳に涙が浮かぶ。泣いても仕方ないでしょ。なら、私の家にいらっしゃい。こんな暗い公園に置いていくわけにはいかないもの。いえ、そういうわけには。帰る家はありません。なんていう妊婦さんをこのままこんなところに置いていけるわけないでしょ。幸い、ここから私の家は近いの。遠慮しないで。私は彼女の返事を待たずに手を引いて歩き出した。とりあえず、明るいところで話しましょう。そう言うと、彼女は観念したのか、私の後ろを歩き始めた。家に着くと、私は着替えを後回しにして、温かい飲み物を用意することにした。妊婦さんって、カフェインの入ったものはダメなのよね。ルイボスティーとかは大丈夫だったかな？お気遣いなく。あなたは遠慮ばかりね。私はおせっかいなの。ここまで来たんだから、もう諦めなさい。そう言って笑ってみせると、彼女からやっと笑みがこぼれた。そういえば、お互いに名乗ってもいなかったことに気がついたのは、お茶を飲んで一息ついた後だった。彼女は高梨環奈と名乗った。年齢は23歳。そして、妊娠7ヶ月を迎えたばかりなのだという。言いたくないなら話さなくてもいいけど、帰る家がないって、どういうことなのかな。実は私、夫に捨てられたんです。妊娠中の妻を家から追い出したってこと？はい。もう別れるから出て行けって。何それ。喧嘩でもしたの？カンナが言うには、彼女の夫は出張ばかりで、自宅に帰ってきたかと思っても会社に戻らなくてはいけないからと言って、そのまま帰宅しないことも多く、何かと留守がちなのだという。安定期に入ってからもそんな生活は変わらなくて、だんだんとお腹は大きくなってきて、最近はしんどいことが増えてきたんです。そう。確かにその大きなお腹では何かと大変そうだものね。はい。それにこれから生まれてくる赤ちゃんのことを考えると、私に何かあったらとか、いろいろと考えてしまって、不安になることも多くて。そして、久しぶりに自宅に戻った夫と食事をした帰り道に、もう少し家に帰ってこれないのか、と聞いたことがきっかけで、口喧嘩に発展してしまったそうだ。そして、そのまま言い合いになり、持っていたバッグを取り上げられた上で、車を降ろされてしまったのだという。それで、そんなことも理解ができないような女とは、この先やっていけないと言われてしまったんです。スマホだけはポケットに残されていたので、何度も電話をかけたが、彼女の夫が出ることはなかったそうだ。
そしてスマホの充電はなくなってしまい、所持金もなく土地勘もない場所に置き去りにされてしまって、なんとか自力で帰宅しようとさまよっていたところを、私に声をかけられて今に至るのだという。まあ、仕事じゃ仕方ないところもあるかもしれないけど、確かに夫がいないのは心細いものね。私も夫が出張や残業で顔を合わせる時間が減ってしまっているので、寂しいと感じることが多い。その上、妊娠した体でそんな状態で暮らさなくてはならないのは、私でも不安になるかもしれない。でも、いくら喧嘩をしたからって、妊婦を車から降ろしてそのままなんて。私は早くに両親を亡くしたので、この子には家族をちゃんと作ってあげたいんです。でも、夫に見捨てられてしまったら、私が謝れば許してもらえるでしょうか。まあ、喧嘩はどちらか一方だけが悪いのではないかもしれないけど、今回のことは旦那さんが短気すぎるでしょう。なんだか自分勝手な人っぽいし。あなたが謝ったら今後も何かと顔色を伺ってしまうようにならない？私の言葉にカンナはうつむいてしまった。彼女は自分が我慢すればと考えているのだと思うが、私は一方が我慢するようなことで成り立つような関係は不自然なものだと思う。そして彼女の夫はそれを強いているように感じた。カンナの姿を見ていると、会ったこともないはずの彼女の夫に怒りがふつふつと湧いてくるのだ。とりあえず旦那さんの連絡先を教えてくれない？あなたの携帯から電話したら出ないと言うなら、私の携帯から連絡するわ。私はカンナから連絡先を聞き、彼女の夫に電話をすることにした。夫婦のことに赤の他人が口出しをするべきではないとは思うが、カンナを夜の公園に置き去りにしたことに関しては、私にも何か言う権利は少しくらいあるだろう。数回の呼び出し音で相手は出た。そして私が話し出そうとした時だった。エリー、どうした？聞き慣れた声が受話器から聞こえて、私は言葉を飲み込んだ。あれ？こっちの携帯の連絡先ってお前に教えていたっけ？あなた？なんだよ、お前から電話をかけてきておいて、変なやつ。私はカンナに教えてもらった電話番号と現在かけている相手の電話番号をもう一度確認した。間違いなく同じ番号だった。ちょっと待って。私は混乱した頭を整理することができずにいた。カンナの夫に電話をしているはずなのに、なぜ私の夫が電話に出ているのだろうか。なんだよ、俺明日も早いから用がないなら切るぞ。ちょっとどうしたんですか？カンナさん、あなたの旦那さん、私も知っている人かも。私を不安そうに見上げているカンナにもっと詳しく話を聞きたいと話し、私は彼女の夫の名前や写真があるなら見せてほしいと願い出た。カンナから聞いた旦那さんの情報は間違いなく私の夫マサオのことだった。1年前、カンナは街コンで知り合ったマサオと交際を始めたそうだ。そしてマサオが大学生時代に住んでいたというマンションで同棲し、妊娠を機に入籍することになった。だが婚姻届はマサオが出してくると言っていたので、提出されたかどうかは調べてみないとわからないそうだ。マサオからは両親とは疎遠になっていると聞かされていたので、義両親と顔を合わせたこともないのだという。私はその日はカンナを家に泊めることにして、明日になったら戸籍がどうなっているのか確認しに行こうと考えた。翌朝、
私はカンナと共に役所に向かい、お互いの戸籍を確認した。私との婚姻関係は続いているのだから、当たり前だが、カンナの方に夫の記載はない。カンナは自分の戸籍謄本を見つめて、再び泣き出してしまった。私はそんな彼女の肩を抱いて役所を後にすると、義両親たちに連絡をすることにした。夕方には、義両親と私の両親が何とか都合をつけて駆けつけてくれた。そんな両親たちに、カンナのことや彼女のお腹の中にいる子供のこと、そして夫がしてきたことを説明した。最初は信じられないといった感じだったが、私とカンナが二人で時間をかけて話をすると、なんとか納得してもらうことができた。その夜、夫はいつものように帰宅してきた。昨日の電話は何だったのと聞いてきた夫に、私は笑いながら、これから話すつもりだと答えて、リビングに夫を連れて行った。リビングに義両親と両親が座っているのを見て、夫が足を止める。何？みんな揃って。今日は私の友人にも来てもらっているの。友人？夫は私の後ろから現れたカンナを見て後ずさりした。驚いた？そうよね。カンナさんのお腹にはあなたの子供がいるのだものね。いや、カンナ、この人に間違いないわね。はい。私の夫だと思っていた人です。人違いだ。俺はこんな女なんて知らない。あなた、見苦しいわよ。夫は私とカンナを押しのけて逃げようとしたが、義父と父に取り押さえられてしまった。私はカンナの無事を確認すると、念のために夫から離れたところに彼女を座らせた。独身のふりをして、マチコンに参加していたそうね。後輩に誘われたものだから、つい。誘われて参加する方も大概だと思うけど、知り合った女性とこういう関係になったのは、あなたの意思でしょ？ちょっとした遊びというか。はあ？遊びで結婚をほのめかして入籍したと偽っていたの？それって立派な結婚詐欺よ。いや、俺は既婚者なわけだし、重婚になるから本当に入籍なんてできないだろ。既婚者の自覚がないからこんなことをしたんでしょ？いい加減にしなさいよ。お前とは子供ができなかったし、カンナに産ませてから引き取ればいいかなと思ってさ。お前が嫌だと拒否するなら、カンナと本当に入籍してもいいかなとか思って。夫の言葉に、私と同時にカンナも夫をひっぱたいていた。馬鹿にしないで。私たちはあなたのそんな自分勝手な都合で、どうこうされるような存在だってこと？今まで泣くことしかしてこなかった彼女の姿に、私は一瞬動きを止めた。何するんだよ。夫が拳を振り上げたのが見えて、私はとっさにカンナをかばった。殴られることを覚悟していたが、何の衝撃もない。振り返ると、夫の腕は義父によって掴まれていた。いい加減にしろ、バカ者が。女性に、ましてや妊婦さんに手を挙げるなんて何を考えているの？カンナさんを夜道で置き去りにするだけでもどうかと思っていたけど、私を裏切って、カンナさんを騙して、あなたは一体何がしたかったの？その場だけ取り繕ってきた結果、誰も幸せになんてなれないじゃない。あなた本当に最低よ。その後、私と夫は離婚。財産分与と慰謝料で400万円、そして自宅を受け取ることになった。そして、さらにカンナによって結婚詐欺で訴えられることになり、夫は会社を解雇されたという。そして、
夫の所有していたマンションをそのままカンナさんに渡し、さらに300万の慰謝料を支払うことで示談が成立したそうだ。カンナは私に知らなかったこととはいえ、申し訳ないことをしたと謝罪して、夫から受け取った全てを私にと言ってきたが、それはこれから生まれてくる子のために使ってほしいと申し出た。夫と絶縁した義両親は、私のことを考えると、カンナの元に生まれてくる子を孫として認めていいものか悩んだようだが、カンナも子供も夫の被害者であること、私が抱かせてあげることのできなかった赤ちゃんを大事にしてあげてほしいと話した。これからのカンナとの関係についてはどうなるかわからないが、いい関係を築くことができたらいいと思う。私は相変わらず仕事三昧な毎日を送っている。再婚はまだ考えていないが、縁があったらいいなとは思う。今回のことで、本当に友人となったカンナの子が生まれたら、一番に会いに行こうと思っている。